アースガルズの王オーディンは悪夢にうなされていた。夢には3つの魔物が出てきた。うねる巨大な影、腐っていく死体、そして一番恐ろしい死の牙を持つ野獣。王は毎晩これらの魔物に脅かされた。魔物の正体ははっきりとはわからないながらも、王はアースガルズの悩みの種のロキに関係すると察した。妻と息子に恵まれながらも、ロキは巨人娘アングロボーダと密会を重ねていた。この2人の間に3人の隠し子がいると分かった時、王の心は騒いだ。王は勇敢な戦士トールとティアを呼び、ヨトゥンヘイムでロキの隠し子たちを捕らえるよう命じた。アングロボーダの家に着くと、2人はすぐにロキの第一子の蛇のヨルムンガンダに語りかけられた。雷神はこの蛇の毒を避け、さっと松の木に縛り付けた。第二子のヘルは右半身に魅力的な若い娘の姿を、左半身に腐った体を持っていた。捕らえられた時、その体の一部はバラバラと地面に剥がれ落ちた。最後に第三子がティアの前に飛び出た。それは凶暴だが無害な小さな狼だった。ティアはふざけてその爪に手錠をし、自分のポケットにしまった。アースガルズに戻った戦士たちが囚人たちを王の前に差し出すと、王の心は恐ろしさにとらわれた。囚人たちの姿は王の悪夢の魔物と一致しなかったが、王は悪夢が現実になる前に囚人たちを始末することに決めた。まずヨルムンガンダを世界の果ての海の底に沈めた。そしてヘルを他の死体たちがいる地の底深くに追いやった。でも狼のフェンリルを処するには問題があった。彼は神々を脅かすほど強く成長していたので、王はもう少し穏やかな方法を選んだ。何ヶ月もの間、王はこの獣を見張った。フェンリルは子供から大人の狼に、さらには神の声で話す獣へと成長した。ティアはフェンリルが強く利口になっていくのに気づいた。2人の絆が深まるにつれて、王の不安は高まるばかりだった。ある日、オーディーンは頑丈な鎖を作らせてフェンリルを試した。縛ってどれくらい強くなったかを見るためだった。フェンリルは王の挑戦をすんなり受け入れ、金属の鎖をやすやすと破った。オーディーンは鍛冶屋に言いつけて、誰も持ち上げられないほどの枷を作らせた。この強固な鎖にフェンリルはためらったが、ティアのウインクに励まされ挑戦を受けた。獣は一瞬もがいたが、枷はバラバラに砕けた。躍起になった王は熟練職人の小人を呼び出した。小人たちは金属ではなく希少な材料で作ることを提案した。それは猫の足跡、魚の呼吸、山の腕力と強い熊だった。小人たちは細やかな糸で覆われた不滅の鎖グレープニルを作り出した。オーディーンが3度目の挑戦に来た時、フェンリルは笑い飛ばした。だが糸をじっくり観察したフェンリルは、王の企みを察して恐ろしく感じた。フェンリルはこの挑戦を受けた。だが一人の神が初めから最後まで自分の口の中に手を入れておくことを条件にした。ティアが重々しい気持ちのまま進み出た。狼は神々に縛られ、さらにグレープニルで締め付けられた。フェンリルはオーディーンだけでなく、友からも裏切られたと感じて苦しんだ。怒りの絶叫を上げると、ティアの手首を噛み切り、この企てを図ったオーディーンを破滅させると呪った。悪夢が現実に起こったことを見て、オーディーンはティアの剣をフェンリルの喉に突き刺した。ほとばしった唾液はうねりくる川になった。獣は縛られたまま息絶えてはいなかった。オーディーンは宿命に打ち勝った勝利を祝った。でも実は
王は悲劇を一時的に封印したに過ぎなかった。波の下ではヨルムンガンダが成長して世界を包囲していた。ヘルは死人を制して黄泉の国の女王として君臨していた。そしてフェンリルは日々鎖に縛られる一方で血で血を洗う復讐を誓っているのだった。ゼウスがあなたに箱を与え、決して開けてはいけないと言ったなら、あなたはそれに抵抗できますか？この動画でパンドラの箱の神話について考えましょう。